本当にお前の子なのか、確かめてやる。父は感謝祭のテーブルに DNA 検査キットを滑らせ、クランベリーソースやグレービーボートを越えて、私の皿の上に置いた。25人の親戚たちが笑い声を上げ、兄は父とハイタッチをした。母は、30年間隠してきた秘密の答えが詰まっているかのように、ワイングラスを見つめていた。私は泣かなかった。立ち去ることもせず、キットを手に取り、父の目を見つめて一言だけ言った。いいよ、それから3週間後、結果が返ってきた。私はその結果をテーブルにいた全員にメールした。母は気を失い、父はフォークを落とした。検査結果は、私が彼の唯一の実子であることを証明していた。そして、父がすべてを捧げた彼の子は、実の子ではなかったのだ。しかし、私の話はここからが本番だ。少しだけ、いいねや登録をお願いしたい。もしこの物語に共感したら、コメントも残してください。今どこで見ていますか？そして、そちらの時間は？私はキャロライン・ミッチェル、28歳。バージニア州リッチモンド近郊の小さな病院で小児 ICU の看護師をしています。そして、これは私の父の最も残酷な冗談が、私を解放する真実になった物語です。昨年の感謝祭、すべてが変わった夜へ戻りましょう。ミッチェル家の感謝祭は、決してカジュアルな行事ではありませんでした。父、リチャード・ミッチェル、通称リックは、毎年、2003年に自らの手で建てた4000平方フィートのコロニアルスタイルの家でこの行事を主催していました。父は自分が所有しているすべてのものを、必ずその努力を知ってもらうようにしていました。ダイニングテーブルは、バーモント州の骨董省から購入した10フィートのバージニアオークの再利用材。椅子は12脚、手作りのスピンドル。父はテーブルの頭に座り、兄のギャレットはその右側に座っていました。私はキッチンのドア近くの一番遠い席に座り、サービングプレートに近い席でした。25人がその部屋を満たしていました。おば、おじ、いとこ、ギャレットの妻、そして4歳の息子メイソン。父は、ブライトリングのナビタイマーをつけていました。彼がミッチェルと息子の建設が初めて100万ドルを稼いだ時に自分に買ったものです。ギャレットは新しいクレハンのローファーを履き、母のジョリーンはクリーム色のタルビッツのブレザーと、父から25周年の記念日に贈られたミッキーマウスのパールブレスレットを身につけていました。私は看護学校時代から着ている、肘が擦り切れたグレーのカーディガンを着ていました。ここでミッチェル家の特徴に気づくでしょう。全員が金髪で、サンドブロンド、ハニーブロンド、プラチナブロンド。そして、私だけが赤褐色の髪。光の加減で赤みを帯び、家族の写真に写るたびに法律文書の誤字のように目立つ存在でした。父は20年間、その誤字を証拠のように扱ってきました。しかし、今年の感謝祭、父が持ち込んだものはメニューには載っていませんでした。私の8歳の頃のことを振り返ります。父の日に、建設用紙とグリッターのグルーでカードを作り、世界で一番のパパへ、と自分の最高のカーシブで書きました。朝食のテーブルでそれを開けた父は、カードを真二つに引き裂き、お前の父親ではない、と言い放ち、再び卵に戻ったのです。私は8歳でした。14歳の時、父はギャレットをセントアンドリュープレップに入れました。年に12000ドル、ブレザーとネクタイ、すべてを用意して。私はホープウェル公立学校に通いました。ブレンダーおばがその理由を尋ねると、父は日曜日の夕食で公然と言いました。俺の子じゃないかもしれないものに投資する理由がない。私は3フィート離れた場所にいましたが、誰も何も言いませんでした。18歳の時、高校を卒業しました。優等生で、成績は 4.3。スピーチは浴室の鏡の前で40回練習しましたが、父は来ませんでした。彼は50人分のバーベキューを用意していたのです。ギャレットは 2.4 の成績で、フットボールコーチから握手をもらって卒業しました。22歳の時、VCU の看護プログラムの途中で、父は私の学費を無断でやめました。残りの1学期。彼は電話をかけてきて、他の子の学費を払うのはもう十分だ、と言いました。4万7000ドルの連邦学生ローンを借りて、
なんとか卒業しました。彼は私が卒業したかどうかを尋ねることはありませんでした。母についても話しておくべきことがあります。19歳の時、母がこっそりと$200を月々送金していたことを知りました。メモには、食料品と書かれていました。しかし、父がその送金を見つけ、離婚を脅かしました。母は送金を止めました。父は私を憎んでいたわけではありません。憎しみには認識が伴います。彼はただ、私を無視し続けただけです。さて、ギャレットについて話しましょう。ギャレット・ミッチェル、31歳、身長6フィート2インチ、サンドブロンド、まるでカタログモデルのような顎。父の誇り、父の証明、ミッチェル家の後継者。16歳の時、彼は新しい F150 を手に入れました。真珠のような白色、リフトアップされたサスペンション、ミッチェルと息子のロゴが入ったテールゲート。私はバスパスをもらいました。父はギャレットのバージニア工科大学の学費を全額支払いました。4年間、ローンも質問もなし。ギャレットが卒業した時、成績は平凡で、ほとんど使わないビジネス学位を持っていましたが、父は彼にミッチェルと息子の角部屋を与え、プロジェクトマネージャーの役職を与えました。面接も履歴書もなし、ただ血筋か、父が信じていた血筋です。昨春、ギャレットはウィローブルックの新築の家を購入しました。3200平方フィート、オープンプラン、クォーツのカウンタートップ。父は$8万の頭金を支払いました。私は病院から4ブロックのところにある450平方フィートのスタジオアパートに住んでいます。キッチンカウンターはデスクにもなり、12時間の ICU シフトから帰ると、テーブルには1脚しか入らないので立ったまま食事をします。ギャレットは黒いシボレータホを運転し、私は看護学校の駐車場でついたバンパーの凹みがある2014年製のホンダシビックを運転しています。それでも動きます。さて、ギャレットについてのことですが、彼は悪人ではありません。それについては公平でありたい。彼は自分が何か間違ったことをしているとは思って育ちませんでした。生まれた時から全てが与えられれば、システムに疑問を持つことなどないのです。ただ、自分がそれに値すると信じているだけ。彼の好きなセリフは、あの楽な彼の子の笑顔と共に言われます。心配しなくていい、キャル。君はいつでも名誉ミッチェルだ。名誉とは、まるで自分の家族のゲストパスのようです。しかし、ここで笑ってしまう部分があります。あるいは、そうでないかもしれません。その皮肉について。まだ準備ができていません。私の母、ジョリーン・ミッチェルは54歳、6週間ごとに短いポンプで金髪のハイライトを入れ、シャンパンゴールドのレクサス RX を運転し、父の MX プラチナムの補助クレジットカードを酸素のように使っていました。ジョリーンは冷酷な女性ではありませんでした。それがより悪化させていたのです。彼女は私を間違いだとは決して呼ばず、私のカードを引き裂いたり、卒業式に出席しないことはありませんでした。ただ、何も止めることはしませんでした。父が何か辛辣なことを言うたびに、母はワイングラスやナプキン、壁紙の模様をじっと見つめていました。彼女は、何が目の前で起こっているのかを無視する技術を極めていたのです。16歳の時、私は彼女に直接尋ねました。感謝祭の後、キッチンで二人きりの時。運命的でした。そして、私は彼女の目を見つめ、ママ、私は父の娘、と尋ねました。彼女は瞬きもせず、皿拭きを置いて、答えたくない質問は聞くな、と言いました。その言葉は、12年間私の中に生き続けました。私はそれを繰り返し、ポケットの中の石のように磨き続け、意味を見出そうとしていました。彼女は父の疑いを認めていたのか、警告していたのか、それとも、自分自身を守っていたのか。12年かかって、答えは3番目だと気づきました。母は恵まれた生活を送っていました。ブライアウッドの家、レクサス、ミッキーマウスのブレスレット、カントリークラブの会員権、毎年のヒルトンヘッド旅行。すべては一つのことに依存していました。リック・ミッチェルが彼女と結婚していること。そして、リック・ミッチェルは、
特定の誰なのかは聞かなかった。あの時は、感謝祭の夕食。午後8時17分。七面鳥は切り分けられ、ワインが流れ込んでいた。父が好んで過剰に支払ったシス・カベルネというワイン。それは名前を口にするのが好きだったからだ。ガレットは仕事の現場についての話をしていた。コンクリートの穴と、プレッシャーに耐えられない作業長の話だ。父は心の底から笑っていた。母は微笑んでいた。私は甘いポテトを配っていたとき、父が立ち上がった。ナイフをグラスに軽く叩きつけた。部屋は静まり返り、25の視線が父に向けられた。その姿は、まるで自らの戴冠式で乾杯をする男のようだった。今年はキャリーにちょっとしたプレゼントがあると彼は言った。椅子の下から白と緑の箱を引き出した。それは家庭用 DNA テストキットだった。みんなの視線を集めるように掲げ、私の方へと滑らせた。それが私の水のグラスに当たった。あなたが本当に私の子なのか、見てみようじゃないか。部屋は笑い声で沸き立った。居心地の悪さを感じながらも、楽な方を選んだ者たちの大きな笑い声。デニスおじさんはバーボンに笑い、ブレンダおばさんは視線をそらした。ガレットはテーブルを叩いた。サバイバルだと。ジョリーンは顔が真っ白になった。彼女の指は、グラスの茎を握りしめて、壊れそうだった。でも、彼女は何も言わなかった。彼女は決して言わない。私はその箱を手に取った。再び静寂が訪れた。異なる静けさだった。父の目は楽しさで輝いていた。涙を期待していたのか、あるいはドアがバタンと閉まる音を待っていたのか。20年分のデータが、私が崩れ落ちることを教えていた。まあ、いいよと私は言った。それだけ。いいよ、私はそのキットをバッグに入れ、夕食を終えた。そしてブレンダおばさんにお休みを言い、へこんだシビックで一人でアパートに帰った。キッチンカウンターに座り、箱を開けた。それは私が必要としていたものではなかった。消費者向けの祖先キットは、血筋を検査するものであって、親子関係を示すものではない。しかし、それがアイデアを与えた。その夜、AAB 認定のラボから親子関係のテストを注文した。神聖な管理連鎖。神聖な結果。意味のある結果が必要だった。2つのサンプルが必要だ。私のは簡単だった。頬のスワブを取り、封をしてラベルを貼った。リックのものも必要だった。彼が座っていた椅子に何かを置き忘れていた。彼のイニシャル入りのハンカチだ。ネイビーの糸で、R.A.M. と刺繍されていた。彼はそれを使ってワインを顎から拭い、何の気なしに投げ捨てた。私はそれをプラスチックの袋に封をし、翌朝両方のサンプルを郵送した。誰も知らなかった。真実が欲しい、父。私も。グループチャットは、翌朝私がスクラブを脱ぐ前に火が入った。ミッチェル家のグループ、42人のメンバー。父が5年前に作成したもので、主にホリデーロジスティクスや、誰も頼んでいないガレットの建設更新のために使われていた。その朝、それには新しい目的があった。父が写真を投稿した。昨夜、テーブルで DNA キットを持っている私の写真だ。誰が撮影したのかわからない。誰かの電話が部屋の向こうから角度をつけていた。私の顔は半分向いていて、口がわずかに開いていた。驚いた顔。無防備。彼のキャプション。郵便配達人は手紙だけを残したのか、それとももっと何か、ガレットが最初に返信した。3つの笑いの絵文字。その後、DNA は嘘をつかない。父、叔父のピーター。おう、リック、いとこの寺。一つの笑い、ミッチェル家では一応の効果を意味する。誰もそれが残酷だとは言わなかった。誰も、リック、彼女はあなたの娘だとは言わなかった。誰も何も言わなかった。42人の人々、42の目撃者が私の親子関係についての公のジョークを見ていた。そして唯一の反応は荒いか沈黙だけだった。私はそれを午前2時47分に、小児 ICU の休憩室で読んだ。
頭上の蛍光灯がうなりを上げている。私はコードから出たばかりだった。RSV の3歳児が40分間危険的状態で、私たちは彼女を安定させたばかりだった。私の手はナイトロ手袋の匂いがしていた。そしてそれが私の電話の通知の間にあった、学生ローンの支払いと天気予報の警告の間に。私はすべてのメッセージ、すべての絵文字、すべての沈黙をスクリーンショットした。ラナ・リーブス、私の同僚で親友、あの病院で私の家族について知っている唯一の人。彼女は私が電話を置いた時の私の顔を見た。彼女は兄が問題なのか尋ねなかった。ただ私を見て、事実を得て、キャリー。それから事実に語らせなさい、と言った。私は電話をロックし、患者の元に戻った。ラボは私のサンプルを受け取った。時計は刻々と進んでいた。クリスマスまで3週間、私の電話が鳴った。父だ。挨拶も温かさもなく、クリスマスは家族のためだ。あなたがどこに立っているのか知っている、と言った。彼は私が応答する前に電話を切った。16秒。私は後で通話履歴を確認したからわかる。その番号が何かを説明するかのようにじっと見ていた。ガレットが1時間後にテキストを送った。クラシックなガレット、判決を強化しながら親切を演じる。気にしないで、キャル。父の家、彼のルール。来年は違うかもしれない。そして母が来た。彼女のメッセージは慰めではなく、謝罪でもなかった。これ以上悪化させないでください、というものだった。3通のメッセージがミッチェル家から送られてきた。どれも、これは間違っているとは言わなかった。ごめんなさいとも言わなかった。唯一彼らが一致したのは、私が書ければ誰かのホリデーがもっと快適になるということだった。だから私は、クリスマスイブを一人で過ごした。パターソンアベニューの販売所で小さなダグラスファーを買った。4フィートの高さで、$60。多分、無駄にしてはいけないお金だった。私はそれをキッチンカウンターに置き、ノートパソコンと患者のチャートの山の隣に立てた。箱からマカロニ&チーズを作り、一杯のワインを注いだ。$7のメルロを、質ではなく、そして一つの椅子に座り、食べた。外はリッチモンドが寒く、住んでいた。窓越しに、向かいのアパートの建物が見え、窓は色づきのライトで輝き、カーテンの後ろで人々の影が動いていた。午後11時43分、私はメールを開いた。そこにあった。件名、あなたの DNA テスト結果が準備完了です。アクションが必要です。ラボから、その日の午後の日付。私の親指はそれに浮かんでいた。指先に脈拍を感じた。私はメールを閉じた。まだ早い。私はワインを飲み干し、電気を消した。ベッドに行った。結果は翌朝もそこにあるだろう。そして私も。1月6日。メールが午前9時14分に届いた。リチャード A. ミッチェルから、ミッチェル家の配信リストに CC されたキャロライン・ミッチェル。件名、遺産計画の更新。正式な読み上げ1月18日。本文は短かった。父は家を建てる時と同じように、率直で、装飾のない文体で書いていた。私は弁護士のハワード・プラットと共に、私の遺産計画を最終決定するために作業してきました。慎重に考慮した結果、ミッチェルの資産、財産、ビジネスの持ち分、金融資産はすべて、私の生物学的な子供に飲み渡すことに決めました。正式な読み上げは1月18日、ハワード・プラットのオフィスで午前10時に行われます。出席が求められます。署名欄、リチャード A. ミッチェル、ミッチェル&サンズ・コンストラクション LLC、1998年設立。ガレットは6分以内に返信した。ありがとう、父。正しい決断です。他の誰も返信しなかったが、彼ら全員が読んだことは知っている。42人の人々、42の沈黙。彼は私を CC していた。BCC ではなく、CC。彼は私にそれを見せたかった。これはもはや食卓の侮辱やグループチャットの冗談ではなく、法的に、公式に、永続的なものになっていた。生物学的な子供。
二つの言葉が、私にとっての立ち退き通知のように思えた。私はそのメールを3回読み返した。それから4回目は、もっとゆっくりと、何かがひらめいた。知りもしなかったドアが、私の心の中で開いた。生物学的な子供。リックの生物学的な子供であり、メリーランドのどこかのラボが私にそのことを教えようとしているのなら、その言葉は私を排除するものではなく、私を守るものだった。そして、私が彼の生物学的な子供であり、遺言は生物学的な子供にのみ適用されるのなら、真の質問は私自身についてではなく、ガレットについてのものであった。私はノートパソコンを閉じた。仕事に行った。肺炎の6歳児を帰還送還した。そして、シフトが終わる14時間後まで、そのメールのことを考えなかった。しかし、それは待っていた。すべてのことのように。1月9日。私はガレットの家に、母が言っていた古い家族の写真の箱を取りに行った。ガレットは家にいなかった。彼の妻、ステイシーが私を迎え入れた。礼儀正しいが距離を置いた様子で、葬式での遠い親戚のように。彼女は私をガレージの方に指し、キッチンに戻って行った。メイソンはリビングルームにいて、4歳だった。金髪の巻き毛、ガレットの笑顔、手には恐竜を2つ持っていた。彼が廊下を歩いていると、4歳のメイソンが私を見上げていった。パパは言ってたよ、君は本当の家族じゃない。ここにはいるべきじゃないって、彼はまるで、空は青いというように、何の悪意もなく告げた。私は立ち止まった。その言葉が問題なのではない。祖父から聞いたことのある、もっとひどい言葉だったからだ。私が目にしているのは、その不幸な繰り返しの始まりだった。新しい世代が同じ嘘を学び、無邪気に繰り返している。メイソンは、自分の叔母が外部者だと信じるように育つのだろう。私は膝をつき、家族は人々の言うことではなく、真実が何であるかだ、と伝えた。彼は私を見つめ、再び恐竜のおもちゃに戻った。もうその言葉を忘れていた。私には忘れられなかったが。私は写真の入った箱を手に取り、ステイシーにお礼を言って、エンジンを切ったまま10分間シビックに座っていた。暖房が冷えていく音が聞こえ、私の息がフロントガラスを曇らせた。その後、携帯電話を開いた。メールを開き、クリスマス以来避けていた件名をタップした。不正の確率。99.9998%。リチャード A. ミッチェルは、キャロライン R. ミッチェルの生物学的父親です。何度も読み返した。私は一つの質問を考えた。あなたは、真実が全てを壊すかもしれない瞬間に直面したことがあるだろうか。知らない方が悪い結果よりも辛いと感じる瞬間。まさにその瞬間にいた。兄の車道に止まった凹んだシビックの中で、手は震え、暖房は切れ、スクリーンが膝の上で光っていた。あなたの物語をぜひ教えてほしい。コメントに書いてくれ。私はメールを閉じ、車をバックに入れて仕事に向かったが、何かが変わっていた。12年間持ち続けた石のような重圧、答えを望まない質問をするな、その意味をやっと理解した。そして、それは私に関することではなかった。私の存在は常に彼に属していたということは、母の不倫が私を生み出したわけではないということでもあった。クリスマスディナーの時、父がそのキットを私に差し出した時の母の顔を思い浮かべた。彼女の顔が青ざめ、ワイングラスを締め付ける指の緊張感。それは私のための赤面ではなく、彼女自身の恐怖だった。もしその家族の誰かが DNA テストを受けたら、嘘は崩れることを知っていたからだ。彼女は私を苦痛の真実から守ろうとしていたのではなく、ガレットを壊滅的な真実から守ろうとしていたのだ。そして、リックが自分の黄金の子、誇り高く掘られた最初の息子が他の男の DNA を持っていることを知るという、彼女が本当に恐れていた唯一の結果から自分自身を守ろうとしていたのだ。私は彼女に電話しようかと思った。2度電話を手に取ったが、2度とも置いた。何を言えばいいのか。ママ、私は知っている。彼女は否定するだろう。泣くだろう。私に言わないでと懇願するだろう。
そして、私はいつものように、他人の秘密を抱え、他人の恥を飲み込み、自分の犠牲で平和を保つことになるだろう。今回は違った。私は代わりに弁護士に電話をかけた。マーガレット・フォーリーのオフィスはメカニクスビルのメインストリートにあり、理髪店と CPA 事務所の間にある狭いレンガの建物だった。2階、エレベーターなし。彼女のデスクは危険ファイルと半分食べかけのグラノラバーの下に埋もれており、彼女の背後の本棚はバージニア州の遺言法の分厚い本でたわんでいた。私は最近、ほとんどの人が弁護士を見つける方法で彼女を見つけた。Google で、バージニア州リッチモンド。遺言弁護士。彼女は3人目だった。レビューには、彼女が徹底的で公平で、時間を無駄にしないと書かれていた。入る前に知らなかったことは、マーガレット・ホーリーが母と同じ1991年にジェームズ・マディソン大学に通っていたことだった。彼女たちは数十年の間連絡を取っていなかった。マーガレットは私に最後の名前を言ったとき、何気なくそれを口にした。ジョリーン・ハロブとの関係は、そして、押し付けることなく次に進んだ。プロフェッショナルだ。私は DNA の結果を見せた。父が生物学的な子供にのみ遺産を渡すということをメールで送ったことを見せた。私は家族のグループチャットのスクリーンショットを見せた。彼女はすべてを2度読んで、コーヒーを黒で飲み、終わるまで話さなかった。言葉は明確です。彼女は言った。彼の遺言が生物学的な子供に資産が渡されると記載されているなら、あなたが彼の生物学的な子供であることを証明できれば、あなたには法的な権利があり、強力なものになります。そして、もし家族の他の誰かが彼の生物学的な子供でないなら、彼女はコーヒーを置いた。その場合、あなたの父が選んだ正確な言葉の下では、その人には全く権利がないことになります。沈黙。法廷には家庭用のテストだけでは十分ではありません。彼女は続けた。でも、ここがポイントです。おそらく法廷は必要ないでしょう。あなたの父がこれらの結果を見たら、再検査を要求するでしょう。そして、彼がそうすれば、全員を検査します。彼のような男は、地面が彼を飲み込むまで掘り続けます。私はうなずいた。あなたはこれが家族全体を吹き飛ばすことになると理解していますよね、彼女は言った。私はその散らかったデスク越しに彼女を見つめ、冬の光がブラインドを通して淡いストライプになって入ってくるのを見ながら、言った。元踊り時、家族は完全ではなかった。1月14日、遺言の朗読の4日前、父から電話があった。和解するためでも、再考するためでもなく、私の立場を思い出させるためだった。朗読は土曜日だ。君を招待したのは、ハワードから君が一銭ももらえないと直接聞いてほしいからだ。そこで涙を流さないでくれ。懇願しないでくれ。そして、これ以上家族を恥ずかしめないでくれ。私は電話を耳から離し、画面で秒が経つのを見ていた。彼は2分11秒間話した。私は4語だけ言った。行くよ、パパ。彼が先に電話を切った。彼はいつもそうだった。ガレットからのテキストが20分後に来た。受け入れなよ。父は変わらない。優雅に負けを受け入れて、負けを受け入れる。まるで私の存在全体がスコアボードのようだった。その後、彼女の電話は午後9時にかかってきた。彼女の声は低く震えていた。彼女の2杯目のピノグリジオの後のように。キャロライン、お願いだから来ないで。みんなにとって楽になるから、みんなにとって楽になる。ミッチェル家のモットー。私は誰にも返事をしなかった。電話を充電器に置き、水をいっぱい注ぎ、アパートの窓から外を見つめて、下の暗い駐車場を見ていた。街灯の下の私のシビック、フロントガラスの霜。私はシフトの合間にいた。6時間後、私は ICU に戻り、私の冬のコートよりも軽い子供の人工呼吸器の設定を確認することになる。私は冷静で、正確で、必要な存在だった。酸素レベルや心拍数やミリグラムで測られる重要な決定を下すだろう。そして、4日後には、
私の人生のすべての人が私が重要でないと言い続けてきた部屋に入ることになる。私は、一枚の紙が私が決して言えなかったことを言うことを許すことになる。ダナは正しかった。事実に語らせよう。1月15日、3日前、シフトの後、マーガレットにオフィスで会った。彼女は交渉されたコピーを用意していた。DNA の結果のセットが3つ、各封筒に封をして、各ラボの認証スタンプと彼女の交渉印が押されていた。クリーンで公式なもの。声を高くしなくてもその要点を伝えることができる書類。彼女は言った。弟様が送ったドラフトの遺言も見せてください。彼はあなたを CC に入れているので、特権はなく、知っておくべきことがあります。彼女は私にノートパソコンを向けた。この遺言は実行されていない。署名も承認もない。バージニア州の法律の下では、これは意向の表明に過ぎません。つまり、3年前に提出された彼の以前の遺言書が、依然として有効な文書ということになる。古い遺言書には何が書かれているのか。標準的な文言。私の子供たちに資産を平等に分配する。生物学的な条件はなく、DNA の要件もない。私は椅子に身を預けた。新しい遺言書にサインをしても、もしそれが争われずに通用するのなら、生物学的な子供だけに言及されることになる。そして、それがあなたにとって何を意味するか、私たちはよく知っている。彼女は一瞬黙った。どちらにしても、キャロライン、あなたは守られている。古い遺言書にはあなたも含まれている。彼が愚かにも新しいものにサインをした場合、それにはあなただけが含まれる。彼女はその言葉を残した。私はその夜、メールを寄送した。受信者は、チェル家族の配信リストの全員。DNA 結果を添付し、件名は空白のまま保存。計画 B、念のために。翌朝、私は何年ぶりかにショッピングに出かけた。古着屋でも、ターゲットでもない。キャリータウンのコンシグメントブティックに車を走らせ、ネイビーブレザー、テーラードトラウザー、革のオックスフォードシューズを購入した。合計で$140、普段ミコゼ分の副題に使うよりも多い金額だ。ダナはその晩、私を練習させてくれた。何を言うべきかではなく、何を言わないべきか。彼女は、あなたには説明する義務はないと言った。入って、座って、適切な瞬間を待ち、封筒をテーブルに置くだけ。それだけ。紙が語るのを待ちなさい。私はうなずいた。20年ぶりに、ミッチェル家のイベントに生き残ることを期待して入るのではなく、準備を整えて入るのだ。1月17日、前夜。眠れなかった。恐怖からではない。正確にはそうではない。もっと言うと、めまいに近い感覚だった。高い場所の端に立っていて、脳が理解する前に体が察知する、向こう側のすべてが違うことを。私はベッドの上で古い写真が入った靴箱を眺めていた。大半は、父が私を息子として認める前のものだった。何度も目が戻る一枚があった。5歳の時、父の膝に座り、裏庭で二人で笑っている。父の腕に抱かれ、頭を後ろに傾け、背後に太陽があった。これが、私が最後に父に抱かれた時だった。5歳の時、何が面白かったのかは覚えていない。ただ、安全だと感じたことだけが記憶に残っている。その写真を長い間見つめた。明日、私は部屋に入って、家族としての存在を終わらせるのだ。壊してしまうのではなく、すでに壊れていたのだ。20年間それを認めていなかっただけだ。しかし、みんなが同意して演じてきたそのバージョンを終わらせるのだ。父が正義の課長で、ガレットが正当な後継者、母が忠実な妻、そして私が間違いだったという物語を。すべては、私のバッグに入った一枚の紙のために行われてきた。午前11時にダナに電話した。私は正しいことをしているのか。彼女は躊躇はなかった。彼らはあなたに正しいことをしているのか。沈黙。ケリー、あの男は祝日の日にあなたを家族全員の前で侮辱した。彼は法的にあなたを消し去ろうとしている。
あなたの兄は、あなたを客中のように扱っている。母はそのすべてを見て、あなたの尊厳よりも自分の快適さを20年間選んだ。彼女は息をついた。あなたが始めたことではない。あなたはそれを終わらせる勇気のある唯一の人なのだ。私は電話を切った。ノートパソコンを開いた。DNA の結果が画面に輝いていた。99.9998%。閉じた。交渉された封筒をバッグに入れた。ネイビートとはブレザーに合わせて買ったもので、ドアのそばに置いた。明かりを消した。眠れなかったが、準備は整った。1月18日、午前9時47分。ハワード・プラットのオフィスは、ブロードストリートの赤レンガのビルにあり、古いカーペットと権威の香りが漂っていた。2階、バーバーカーペット、ウォールナットの腰板、外には駐車場を見下ろす窓があった。私は13分早く到着した。意図的に、他の誰かが入る前に座りたかった。会議室は長細く、ウォールナットのテーブルと12脚の革の椅子が並んでいた。ハワード・プラットの助手が水を勧めてくれた。私はそれを受け取り、コースターに置き、椅子の横にバッグを置いた。封筒がその中に入っている。彼らは群れをなして到着した。最初にオジデニスとオバブレンダが静かに入ってきて、何かがうまくいかないことを知っているかのように私に注意深くうなずいた。次に、昨年の感謝祭以来話していない男たちが続いた。そしてガレットとステイシー。ガレットは、私の家賃より高いスポーツコートを着て、ステイシーはハードウッドの上でヒールを鳴らしていた。合計で15人。家族全員ではないが、重要な人々。内輪のメンバー。最後に父が入ってきた。当然だ。リック・ミッチェルは部屋に入るのではなく、占有する。チャコールグレーのブレザー、白いシャツ、明るい光を反射するブライトリング。彼はテーブルの頭に座った。ガレットが彼の右に滑り込んだ。母は彼の左に座り、目はすでに赤く、ミッキーとのブレスレットの留め金をロザリオのようにいじっていた。父は私を見て一瞬止まった。来るとは思わなかったと彼は言った。私は答えなかった。両手をテーブルに置いた。ネイビーブレザー、テーラードトラウザー、革のオックスフォードシューズを着ていた。髪は後ろに束ねられ、イヤリングやメイクはしていなかった。ただダナが言っていたように、半分冗談で、鎧はあらゆる型を取るという言葉を思い出して、赤い口紅だけを引いていた。ハワード・プラットが革のバインダーを持って入ってきた。彼は父の対面に座り、咳をした。これは形式的なものですと父はテーブルの向こう側で声を張り上げた。あなたは礼儀でここにいるだけ、何もそれ以上ではない。私は彼の目を見つめた。何も言わなかった。ハワードはバインダーを開いた。ハワード・プラットは慎重な男だった。60代半ば、ワイヤーのフレームのメガネをかけていて、誰かが何かを読み上げなかった時に何が起こるかを見たことがある弁護士のタイプだ。彼はバインダーを開き、メガネを調整し、言い始めた。この文書は、リチャード・アラン・ミッチェルの意向を示すもので、今年の1月3日にこのオフィスと相談の上で作成されました。前置きは飛ばして、ハワードと父は言った。要点を言ってくれ、ハワードは彼を見て、うなずいた。ページをめくり、第4条、第1項、資産の分配について。リチャード・アラン・ミッチェルが所有する不動産、ビジネスの持ち分、及び金融資産は、彼の生物学的な子供にのみ、法的に認められた文書によって確認された上で、彼の死去時に渡るものとする。父は椅子に身を預け、私を見つめた。怒りではなく、満足感を浮かべている。フェンスの最後の板を打ち込んだ男の顔だ。ほらと彼は言った。白黒はっきりしている。ガレットもうなずいた。ビジネスだ、キャル。数人の親戚が席を移動する音がした。オバブレンダは唇を引き締め、オジデニスはテーブルの木目をじっと見つめていた。誰も話さなかった。ハワードは続けて、内訳を詳述した。ブライアウッドの家、ミッチェル&サンズの株式、投資口座、生命保険。総額320万ドルの推定価値。すべては生物学的な子供たちに向けられている。
そのフレーズがハンマーの音のように繰り返された。生物学的な子供。生物学的な子供。生物学的な子供。彼が言うたびに、父の顎が少しずつ上がった。ハワードが話し終えると、彼はメガネを外し、手を組んだ。この文書は草案のままで、法的に拘束力のあるものとなるためには実行、署名、及び承認が必要です。しかし、ミッチェル氏は最終化する前に家族と意図を共有したいと考えました。彼は部屋を見渡した。質問や異議はありますか？沈黙。父は微笑んだ。部屋は安堵のため息をついた。私の手はバッグに動いた。異議があります。私の声は予想以上に安定していた。低く、明瞭。3時に人工呼吸器のアラームが鳴って、慌てた親たちに冷静でいる必要がある時に使う声だ。全員の視線が私に向く。父の微笑みは崩れず、凍りついた。失礼します。感情的ではなくと私は言った。手続き的なことです。立ち上がり、会議室のドアを開けた。マーガレット・フォーリーが入ってきた。グレーのパンツスーツ、チェーンにぶら下がったメガネ、腕の下に革のポートフォリオを抱えている。彼女は廊下で11分待っていた。私たちはタイミングを合わせていた。一体誰だ、父は言った。私の名前はマーガレット・フォーリー。バージニア州で認可された遺産弁護士で、キャロライン・ミッチェルを代表しています。部屋は静まり返った。弁護士を雇ったのか、父の声は高くなった。まだ怒りの手前だが、雷鳴の前触れのようだった。何のために？争うべきものなど何もないのに。あなたはミッチェル氏ではありません。マーガレットの声は冷静だった。あなたの遺言草案には、資産は生物学的な子供にのみ渡ると記されています。この条項に関連する文書を提出したいのです。彼女は私に目を向けた。心臓が高鳴り、バッグに手を入れた。滑らかで封印された封筒を見つけると、交渉員が軽く指の下で盛り上がっているのを感じた。私はそれを3日間持ち歩いてきた。それはほとんど何も感じさせなかったが、すべてを意味していた。テーブルの上に、真ん中に置いた。水差しと革のバインダーの間だ。15人がそれを見つめていた。母の呼吸が変わったのが、部屋の反対側からでも聞こえた。浅く速い呼吸、医者が口を開く前に悪い知らせが来るのを知っている患者のように。父を見た。あなたは私があなたの子供かどうか知りたかった。感謝祭の日、家族全員の前でそう尋ねた。DNA キットをくれた。それを冗談にした。私は封筒を1インチ父の方に押し出した。私はテストを受けた。結果はこれです。マーガレットは何度も経験したかのように落ち着いて封筒を開けた。3枚のホチキス止めされたページを取り出し、部屋を見回して読み上げた。父子鑑定は、メリーランド州ベセスダにある AAB 認定のジェナリンク・ダイアグノスティクスにより実施されました。テスト被験者、リチャード・アラン・ミッチェル、主張された父。キャロライン・ローズ・ミッチェル、子供。サンプル受領日、12月2日。分析完了日、12月19日。彼女は一瞬間を置いた。部屋は静まり返り、暖房が通風口を通り抜ける音が聞こえた。結論、遺伝子マーカーの分析に基づき、不正の確率は 99.9998% です。リチャード・アラン・ミッチェルは、キャロライン・ローズ・ミッチェルの生物学的な父です。彼女は紙を置いた。父はそれを、忘れ去られた言語で書かれたかのように凝視した。彼の口は開き、閉じ、再び開いた。そんなことはありえない、マーガレットは冷静に言った。そのラボは連邦認定です。結果は交渉されています。証拠の連鎖も文書化されています。もしあなたの弁護士が確認したいのであれば、もう2通の認定コピーもあります。ガレットが椅子から身を乗り出した。彼女は偽造している。絶対に偽造している。父はマーガレットを見た。それは無理だ。マーガレットは声を上げなかった。彼女は必要なかった。AAB の認定は、米国の裁判所での不死関係確認のための標準です。これらの結果は、裁判官が命じたテストと同様の信頼性があります。
ガレットの口は動いたが、何も出なかった。母は動かなかった。彼女の手はテーブルに平らに置かれ、目はその紙に固定されていた。彼女の顔を、私は決して忘れないだろう。まるで崩れ落ちる建物を、遅い動作で見守っている人の表情だった。父はハワード・プラットに振り向いた。ハワード、これは彼女はこういうことをしてもいいのか。ハワードはメガネを外した。リック、その結果は正当なもののようです。私はお勧めしませんが。私はお勧めを求めていない。ミッチェル氏、マーガレットは両手を組んだ。再検査を依頼する前に、すべての子供をテストすることを考慮した方が良いかもしれません。今わかっていることを考えると、それは賢明な選択のように思えます。その言葉は、遅延新刊付きの手榴弾のように響いた。すべての子供たちを、父はガレットを見、次に母を見、最後に私を見て、20年ぶりに父の確信が揺らぐのを目の当たりにした。私は何も言わなかった。それを明確にしておきたい。ガレットはあなたの息子ではないとは言わなかった。母が浮気をしたとも言わなかった。誰にも何も非難する必要はなかった。数学がすでにその仕事をしていたのだ。部屋の中を流れるように見えた。顔ごとに、椅子ごとに。もしキャリーがリックの娘で、リックが20年間妻が浮気をしていたと信じているのなら、その不倫の産物は誰なのか、私は声を平静に保った。私はあなたの生物学的な子供です。父さん。このテストがそれを証明しています。もしあなたが生物学的な子供たちに全てを残す遺言を進めたければ、私はそれを全面的に支持します。その分は、乾いた草の上に置かれた火がついたマッチのようにそこにあった。ガレットは立ち上がった。彼女は何を暗示しているんだ、私は彼を見た。何も暗示していない、ガレット。私は事実を提示しているの、父は赤くなった。恥ずかしさからではなく、怒りに満ちた赤だ。襟元から上がってくるような、それだ。彼は母に振り向いた。彼女が間違っていると言ってくれ、母よ、言ってくれ。ジョリーンは彼を見なかった。テーブルをじっと見つめていて、両手を押し付け、何かを物理的に、分子レベルで支えようとしているようだった。リック、彼女の声はかすれていた。私たちは別に話す必要があります。座れ、ジョリーン、父の声は歯のようだった。彼は椅子から動かなかったが、彼の目の奥で何かが変わった。テクトニックプレートのスライド、遅くて不可逆的なものだ。彼はガレットを見つめていた、私を見ていた時と同じように。ブレンダーおばさんが前に身を乗り出した。リック、何が起こっているの？デニスおじさんがテーブルに手を置いた。みんな、少し深呼吸をしよう。しかし誰も深呼吸しなかった。部屋は一つの呼吸を抱えていた。ジョリーンが泣き出した。静かな泣き方ではなく、内側にある何かがついに壊れたような音だった。30年の沈黙とミッキー元のブレスレットで支えられていた嘘が崩れた。彼女は怖がって泣いていた。そして、その部屋の全員がそれを感じていた。父は彼女の方にゆっくりと振り向いた。まるで、すでに答えを知っているのに、それを声に出して聞く必要があるような。医者が画面上にスキャンがあるのに、その言葉を聞く必要があるように。何か私に言うべきことがあるのか、ジョリーン、彼女は首を振った。次に、振るのをやめて、両手で顔を覆った。ミッキーブレスレットが彼女の手首から滑り落ち、くるみのテーブルに当たって音を立てた。リック、私はそれはキャリーが生まれる前だった。誰と？グレッグ・ノーラン、その名前は静かな水面に石が落ちたように響いた。私はその波紋を見た。ブレンダーおばさんの手は口に飛び、デニスおじさんは目を閉じた。二人のいとこは、瞬きする間にでも見逃すような速さで目を合わせた。グレッグ・ノーラン。その名前は、長のミッチェル家にとって特別な意味を持っていた。彼は90年代初頭にミッチェル&サンズの下請け業者で、父がピックアップトラックからビジネスを立ち上げていた頃に周りにいた。彼は家族の中に、家の周りに、ジョリーンの周りにいた。一度だけだった、母さん。一度だけ。リック、94年初頭、私が、
あなたはチェサピーク湾のプロジェクトで3ヶ月間いなかった。そして私は一人だった。父の声は平坦で機械的だった。彼は計算をしていた。みんなが計算をしていた。ガレットは1994年10月に生まれた。部屋はガレットよりも早く理解していた。彼らの顔にそれが見えた。ゆっくりと、ひどい現実が明らかになる様子だった。ガレットは母を見つめた。何を言っているの？母さん、何を言っているの？彼女は彼を見られなかった。誰も見られなかった。彼女の頭は垂れ、肩が内側に折れ曲がり、ごめんなさい。本当にごめんなさい、と囁いた。父の拳がテーブルを叩いた。壊れるほどではないが、すべてのグラスを揺らすほどの音だった。グレッグ・ノラン、彼の声はその名前でかすれた。私の基礎を築いた男だ。誰も答えなかった。誰もできなかった。今、ガレットは立ち上がり、両手をテーブルに置いて前に身を乗り出し、見えない波に備えるようにしていた。いや。彼の声は高く、緊張感に満ち、黄金の少年のような落差をすべて失っていた。いや、嘘だ。父さん、彼女が嘘をついていると言ってくれ、父は何も言わなかった。彼はガレットを見ていた。31年ぶりに、彼は本当に見つめていた。そして、私は彼の目の奥で何かが変わるのを見た。いつも私に向けられていた狭められた視線、冷たい評価、疑念が、今はガレットに向けられていた。私はあなたの息子だ、ガレットは言った。私はあなたにそっくりだ。みんなが言っている。父さん、みんなが私があなたにそっくりだと言っている。父の声は低く、ほとんど囁くようだった。あなたはグレッグに似ている。ガレットは衝撃を受けたかのようにビクッとした。そして、その部屋が、私は決して忘れないだろう。すべての目が、ハワード・プラットの壁にかかる家族の肖像画に映った。私たちの家族の肖像画ではなく、ハワードのものだった。しかし、ミッチェル家の全員が同じイメージを思い描いていた。2019年のクリスマスカードの写真、母が150人に送ったあの一枚だ。リック、ジョリーン、ギャレット、皆金髪で、私だけが少し離れて立っている。まるで異なる家族からフォトショップで挿入されたように。だが、今、その写真の意味は変わっていた。ブレンダおばさんが小声で言った。ああ、髪の毛、キャリーはリックのお母さんの髪を持ってる。彼女の言葉は正しかった。ソボエラ・ミッチェル、父の母は、私が3歳の時に亡くなったが、彼女もあの深い赤色の髪を持っていた。写真で見たことはあったが、誰も私にそのことを教えてくれなかった。誰も、おばあちゃんに似てるね、キャリーと言ってくれなかった。その言葉はギャレットだけのものだった。お前は父親にそっくりだ。でも、ギャレットは実際にはそうではなかった。彼は決して似ていなかった。部屋の空気が張り詰め、ギャレットは椅子を引きずって窓に向かって歩き、首の後ろで手を組み、荒い息を吐いていた。ステイシーが彼に手を差し伸べたが、彼は振り払った。母は椅子に沈み込み、意識が薄れていた。ブレンダおばさんは母を支え、法律のメモ用紙で彼女の顔を仰ぎいでいた。ハワード・プラットは静かに座り、ペンをバインダーの上で凍りつかせ、まるで自分の時間が燃え盛る炎に変わるのを見つめる男のようだった。父は動かなかった。テーブルの頭に座り、くるみの表面に手を平らに置き、DNA 報告書を見つめていた。その表情は、彼が認識できない顔を映し出す鏡を見つめるようだった。私は立ち上がった。早くもなく、劇的でもない。ICU で家族に伝えなければならない情報がある時のように、冷静に、存在感を持って。父は顔を上げなかった。20年間、あなたは私を間違いだと呼んだ。8歳の時に作った父の日のカードを破り捨てた。私の卒業式には来なかった。私の学費を切り詰め、$47,000のローンを背負わせた。家族のグループチャットで私のことをジョークのように扱った。感謝祭の日、25人の前で DNA キットを渡し、私が所属していることを証明することを挑んだ。私は一瞬言葉を切った。そして、
そのきっと、あなたの冗談は、私があなたの唯一の実子であったことを証明した。捨てられた娘は本物で、すべてを与えられた息子は実際にはそうではなかった。私は言葉を止めた。なぜなら、私は残酷ではないから。ギャレットは窓際で肩を震わせていた。彼が何者であろうと、彼が何をしたとしても、私と同じようにこの状況を選んだのではない。報復のためにここに来たわけではない。私は、あなたが私を呼び寄せたから来た。あなたは家族の前で真実を声に出して読み上げることを望んでいた。だから、ここにある。彼の腕時計を見つめ、会社を築き、同時に子供のカードを引き裂くことができる手を見た。私はあなたの金が必要ない。あなたの名前も必要ない。ただ、あなたが恐れていた真実が、あなたの最も残酷な冗談によって語られたことを知ってほしかった。私は座り、部屋は静まり返った。ただ母の静かなすすり泣きと、暖房の音だけが響いていた。誰も父を見なかった。みんなが私を見ていた。最初に動いたのは、ブレンダおばさんだった。彼女はゆっくり立ち上がり、長い間すべきだった決断をしたかのように部屋を横切り、私を抱きしめた。それは礼儀正しいハグではなく、あなたを見ている、そして申し訳ない、という本物のものだった。彼女は私の肩に向かって囁いた。私はあなたにこれをするのを見て、何も言わなかった。本当にごめんなさい、キャリー。今回は逃げなかった。ただ彼は静かにうなずいた、まるでその動作が痛むかのように。次の瞬間、また沈黙が訪れる。暖房が再び作動し、部屋に暖かい空気が流れ込んだ。私はあなたに恩がある。彼は言い出した。何も返してもらわなくていい。私は言った。過去に向き合いたい。彼は私をじっと見つめた。その目は、まるで私が5歳の時の写真を見ているかのようだった。私が彼の膝の上で笑っていた、その瞬間を思い出しているかのようだった。でも、彼は私を受け入れなかった。私は言った。私に謝ってほしい。その謝罪を、私を侮辱した人々に送って、彼は口を開こうとしたが、私は続けた。君を愛せとは言わない。ただ記録を正してほしいだけだ。彼は口を閉じ、テーブルを見つめた。私は立ち上がり、カバンを取り、ハワード・プラットのオフィスを出た。外は1月の冷たさが身に染みる。空は白く、空気は霜の味がした。私のシビックは駐車場で一番古い車だった。エンジンをかけると、咳込むような音を立ててから、力強く動き出した。2時間後には病院でのシフトが待っていた。1週間後、ガレットから電話がかかってきた。患者の合間にグラノラバーを食べていると、彼の名前が画面に表示された。留守番電話にしようと思ったが、サンクスギビングのテーブルで、いいよ、と言ったあの瞬間を思い出し、電話を取った。テストを受けた。ヘンリオのラボで結果が出た。彼の声は空虚で、まるで誰もいない部屋で叫んでいるようだった。グラノーラバーを置き、彼の言葉を待った。0% だ。リチャード・ミッチェルは上の実の父親じゃない。その瞬間、彼の呼吸を聞いた。31年分のアイデンティティがリアルタイムで調整される音だった。君がそこにいるとき、知っていたか、彼が尋ねた。その封筒を持って入ってきたとき。いいえ、ただ私がそれだとだけ知っていた。沈黙が続いた。彼は言った。君を名誉ミッチェルとして呼んできた。その言葉は彼の声を震わせた。毎年のサンクスギビング、クリスマスに歓迎されていた。そして、彼は言葉を続けられなかった。ガレット、君はまだ俺の兄弟だ。それは変わっていない。それが言えるのか、こんな状況で。それが真実だからだ。俺たちはこの選択をしたわけじゃない。彼の声に聞いたことのない涙が滲み込んでいた。それは、足場が崩れて、自分が立っていた建物がもともと存在しなかったことに気づいた時に出る涙だった。私たちの人生は、一つの嘘の上に築かれていた。それを知った時、あなたはどうする？私はその答えがわからない。ガレットを憎んでいない。彼もまた、被害者だったのだ。ただ、彼はそれに気づかなかっただけだった。
あなたの意見を聞かせてほしい。コメント欄に書いてみて。私は涙を流さなかった。何年も前に泣き尽くしたからだ。今度夕食を一緒にしよう。椅子は一つしかないけど、もう一つ借りてくるから。彼はほとんど笑った。それは小さな一歩だった。2週間後、母が私のアパートに現れた。ドアの覗き穴から彼女を見た。ウールのコートを着て、化粧もせず、髪も洗っていない。今まで見た中で一番小さく見えた。彼女は5分間、ドアの前に立っていた。私はその様子を見ていた。ドアを開けると、彼女は私のスタジオを見渡した。450平方フィートの空間、小さなテーブル、唯一の椅子、まだ片付けていないダグラスファーの木が飾られていた。彼女の表情が崩れ落ちた。アパートが小さいからではなく、それが私のものであり、私が何も与えられずに気づいた人生がまだ経っているからだ。入ってもいいと彼女が言った。私は道を開けた。彼女は私のベッドの端に腰掛けた。唯一の座る場所で、膝の間に手を合わせた。彼女は私を見ず、床を見つめていた。ガレットがリックの子ではないことを、彼が生まれた日から知っていた。彼女は言った。そのタイミングを知っていて、私は恐れていたから、何も言えなかった。あなたの父親が疑い始めたとき、あなたの赤い髪を見て、あなたが私の罪の証拠だと思ったとき、私はあなたを盾にした。20年間、私の娘が私の嘘の罰を受けるのを許した。彼女の言葉が狭いアパートの空気に漂った。はい、あなたはそうしました。私は言った。今日、あなたを許すことはできません。おそらく永遠に。でも、あなたの秘密を抱え続けたくない。あなたの罪も、私のものではない。彼女はうなずいた。立ち上がり、ドアへ向かうと、私は彼女の手首を見る。ミッキー2のブレスレットはなかった。彼女はハグを求めることなく出て行った。私はドアを閉め、寄りかかり、呼吸が整うまでその場に立っていた。その後、アパートで一人、私のペースで夕食を作った。2月14日、バレンタインデーだった。宇宙には、妙なタイミングがある。病院のカフェテリアで昼食を食べていると、リチャード・ A ・ミッチェルからのメール通知が届いた。件名は、家族へ。受取人はミッチェル家の配信リスト、42人全員。彼が DNA キットの写真を共有した時のリストだった。開くと、こう書かれていた。家族へ、私は20年間、娘のキャロラインを存在しないかのように扱ってきた。彼女を間違いだと呼び、他の人に自由に与えた機会を彼女から奪った。彼女を公然と侮辱し、最近ではサンクスギビングで、彼女が安全に感じる権利のある人々の前で。私は間違っていた。キャロラインは私の身の娘だ。彼女は常に私の身の娘だった。私が抱いていた疑念は根拠のないものであり、それによって引き起こされた傷は、私は生涯背負っていかなければならない。彼女はお金も、ビジネスも求めなかった。ただ一つ、公共の訂正を求めた。それがこの訂正です。キャロライン、あなたは決して間違いではなかった。リチャード・ A ・ミッチェルより。私は2度読み返した。カフェテリアの喧騒、トレイがぶつかり合う音、誰かの電話が鳴る音、2人の看護師がシフトの交換について口論する音が周りで続いていた。ダナが私の向かいの席に滑り込んできた。彼女は私の顔を見て、何があったのか尋ねた。私は電話を彼女に向けた。彼女はそれを読み、私を見つめた。大丈夫。私は考えた。真剣に考えた。いつもなら、大丈夫と答えるけれど、今回は違った。20年の引き算、感謝祭の一瞬、一通の封筒、一枚の紙が、私の父が言えなかったことを示してくれた。私は自由だと言った。ダナはうなずいた。圧をかけず、ただ私と一緒に座り、同じ蛍光灯の下で、自分のまずいカフェテリアサンドイッチを食べていた。それは私の人生で最も普通の瞬間だった。そして、それで十分だった。3月初め、マーガレットから電話がかかってきた。弟様が遺言を改定したいと言っています。新しい内容です。
資産はあなたとガレットの間で平等に分配されます。彼は成人養子縁組の申請をしています。ガレットもそれに同意しました。バージニア州の裁判所では数週間で処理されます。これによって、ガレットの法的地位がリックの子供として復元されます。いいよ、私は言った。あなたの分は、評価に応じて約80万から160万になるでしょう。弟様はあなたにそれを持ってほしいと言っています。キッチンカウンターの前に立ち、クリスマスの夕食を一人で食べた場所、DNA キットを開けた場所、家族を変えたメールを作成した場所を思い出した。そのカウンターは、私の机、食卓、私の人生でもあった。私はそれを奨学金基金として返還してほしいと思った。私は言った。低所得家庭の看護学生のために、認定された BSN プログラムで、4年間更新可能な奨学金を設けたいと。名前はミッチェル看護奨学金にしてほしい。すると電話の向こうは静まり返った。本当に大丈夫ですかとマーガレットが尋ねた。私は相続のために戦ったわけではない。真実のために戦ったのだ。真実は常に私を支えてくれた。彼女は一瞬黙った後、書類を作成しますと告げた。火曜日の夕方、キッチンカウンターで署名した。患者のカルテに使うのと同じペンで。あの狭い450平方フィートの部屋で、20歳の看護学生が一通の手紙を受け取ることになる。自分には何もできないと言われ続けた彼女に、誰かが未来を信じていると伝える手紙だ。彼女は私の名前を知らなくても構わない。それが問題ではなかった。私が必要だったのは、彼女が私がほとんど得られなかったチャンスをつかむことだけだった。4月、数ヶ月ぶりの暖かい土曜日。バージニアの夕暮れは、犬の木が咲き、刈りたての草の香りが漂い、光が8時近くまで黄金色に輝いていた。私は夕食会を開いた。私のスタジオアパート、私のルール。IKEAの二手のパイン材のテーブルを囲んで6人。そこにはイニシャルが彫られた椅子も、座る場所も決まっていなかった。ダナは私の左に座り、隣の住人パターソンさんと、コーンブレッドに砂糖を入れるべきかどうかで論争を始めていた。ICU の看護師、マーカスとリーは、呼吸器のプロトコルについて、他の人がサッカーに使うような情熱で議論している。マーガレット・フォーリーがテーブルのためにワインを送ってくれた。最後には、借りた折りたたみ椅子にガレットが座っていた。彼は先週、いつもとは違う静かな声で電話をかけてきた。行ってもいい。行く場所が本当にわからないんだ。デザートを持ってきて、と私は言った。他方は持ってこないで。駐車場が狭いから、彼は2週間前に買ったホンダシビックで現れた。他方については聞かなかった。知る必要もなかったのだ。私はテーブルの端に座った。重要だからではなく、ストーブに最も近いからだ。パスタをかき混ぜる必要があったから。父はそこにいなかった。私たちはそこに達していなかった。もしかしたら、決して達しないかもしれない。でも冷蔵庫には、病院のギフトショップからのマグネットで留められた、色あせた建築用紙が貼り付けてあった。世界で最高のお父さんへと書かれたその紙は、何年も大切にしてきた。彼のためではなく、それを作った8歳の女の子のためだ。彼女はそれが残っていることを知るべきだった。テーブルの周りを見渡す。ダナが笑い、ガレットが聞いている。パターソンさんがコーンブレッドの議論に勝っている。窓から入る夕暮れの光は暖かく、金色で、ありふれたものであった。家族とは血のつながりではない。家族とは遺言書の名前ではない。家族とは、真実が明らかになる時に残ってくれる人たちのことだ。そして、私の人生で初めて、テーブルにいる全員がそこにいることを選んでくれた。それで十分だった。それがすべてだった。最後までお付き合いいただき、ありがとうございます。この物語があなたの心に何かを触れたなら、あなたがこれまでに見過ごされ、過小評価され、消されてしまったと感じたことがあるなら、あなたの価値は決して他人が決めるものではないことを知ってほしい。もし共感できたら、いいねを押して、チャンネル登録をし、通知をオンにしてください。次の物語をお見逃しなく。
別の物語があなたを待っています。説明欄のリンクをチェックしてみてください。それが今日、あなたに必要なものであるかもしれません。次回まで、自分自身を大切に、そして周りの人たちも大切に。